蜂の優れたナビゲーション能力とそのメカニズム。イントロダクション。蜂はその微小な体で長距離飛行を行い、正確に巣に帰る驚異的なナビゲーション能力を持っています。この動画では、ずんだもんと四国メタンが、対話形式でその驚くべき現象について深く探り、蜂のナビゲーション能力とそのメカニズムについて解説します。私たち人間が考える以上に、蜂のナビゲーション能力は非常に複雑で洗練されています。蜂の優れたナビゲーション能力。蜂って長距離飛行して正確に巣に帰ってくるのだ。その通りよ。蜂は彼らの巣を見失うことなく、何キロメートルもの長距離を飛行することができるの。これは彼らの優れたナビゲーション能力によるものよ。どのくらいの距離なのだ？それは種類にもよるけど、多くの蜂は数キロメートルから十数キロメートルの距離を飛行することができるの。それからその中には食料を探し求めて遠くまで飛んで、それでも確実に巣に戻ることができる蜂もいるのよ。蜂の飛行距離はどうやって調べるのだ？科学者たちは蜂に微小なトランスミッターを取り付けて、その動きを詳しく調査しているの。これによって蜂がどれだけ遠くに飛ぶことができるのか、どのように巣に帰ってくるのかを知ることができるのよ。蜂のナビゲーション能力のメカニズム。それはすごいのだ。でもどうやってその場所を覚えてるのだ？蜂は視覚と香りを組み合わせて巣の場所を記憶するの。特に視覚情報はとても大切で、彼らは周囲の景色や太陽の位置を利用して飛行経路を計算するのよ。でも夜になったらどうするのだ？実は夜行性の蜂もいて、彼らは月の光や星をナビゲーションに使うのよ。それなら雲が出てても大丈夫なのだ。雲が出ていても蜂は紫外線を感知することで太陽の位置を知ることができるの。だから天候に関係なく彼らは正確に巣に帰ることができるのよ。人間が蜂のナビゲーション能力から学べること。僕たち人間も蜂のナビゲーション能力から学べることがあるのだ。実際蜂のナビゲーション能力はロボット技術や人工知能の分野で研究されているの。彼らの能力を理解することで私たちの技術も進歩するかもしれないわね。なるほど、それは面白いのだ。自然界から学べることは無限大ね。蜂のナビゲーション能力を理解することでより高度なテクノロジーの開発につながるかもしれないわね。まとめ。蜂の驚異的なナビゲーション能力とそのメカニズムは、私たち人間が自然界から学べる多くのことを象徴しています。自然界は私たちにとっての大きな教室で、そこから学ぶことは無限大です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。